こんにちは、学芸員 Y です。現在当館4階では横尾忠則コレクションギャラリー2021前期展を開催しています。2021年3月に新たにオープンした横尾忠則コレクションギャラリーは、従来のアーカイブ資料に加えて横尾さんが長年手元に置いてきたさまざまな作家たちの作品を展示するスペースとして整備されました。本来であればそうした横尾さんの貴重なコレクションをお披露目できるはずだったのですが、コロナ禍の影響で昨年1年間をかけて行う予定だった作品の輸送や修復、撮影、調査といった一連の作業が行えない状況となってしまいました。つまりギャラリーは整備されたのにそこに飾る作品がないという、まさにここでも学芸員危機一髪の状態となってしまいました。そんなわけで今回は同じくピンチの中で企画された本家キュレーターズ・イン・パニック展と連動いたしまして、2012年の開館以来横尾さんがデザインを手掛けてきた当館のポスターを一堂に展示することにいたしました。合わせて29点、第1期と第2期に分けてご紹介いたします。さてここからは学芸員 A と学芸員 M に登場してもらい、それぞれが担当した展覧会について裏話やエピソードなどを交えながらお話ししたいと思います。皆さん準備はよろしいですか？はい。じゃあまずは何といっても開館告知ポスターについてちょっとお話ししたいんですけども、学芸員 A さん、いかがでしょう？いかがでしょう。これね、懐かしいですね。美術館の前を電車が走ってて、実際にはね走ってないんですけどね、横尾さんがコラージュされてて、でまさに美術館の上から飛行機がこう飛び立とうとしてるということなんですけれども、普通開館をお祝いするっていうかね、宣伝するためのポスターって無意識のうちに僕らはすごくカラフルで華やかなものを期待してたんですけど、出来上がってきたのがこれでして、どっちかというと不吉みたいな感じもあって、賛否両論でしたですね。で特に多分どうでしょうね、兵庫県県庁の方なんかはっていうのが正直なところだったんじゃないかと思うんですけども、アーティストの反応はすごくよくって、例えば三宅一生先生とかね、電話かかってきて「このポスター絶対欲しいから送ってくれ」とかですね、そういうなんかこう評価が二分するっていうか、そんなポスターでした。なんかとにかく美術館がオープンするのに美術館のタイトルがすごく小さいですよね。もうそれはね、これだけじゃなくってどのポスターもそうで、どこで何やってるかの文字情報はね正直分かりにくいんですけど、ただ街中に貼ってるともうすぐ目に飛び込んでくるっていうか、それやっぱり横尾さんのすごいとこですよね。私もやっぱりこのポスター一番かっこいいなと思います。おおはい、じゃあ続いて開館記念展の第1弾ですけれども、半反復復反復、これも学芸員 A さんのご担当ですね。はい、懐かしいですね。これももう10年近く前になっちゃったんですけども、準備段階ではですね、開館記念展1個目の展覧会だからすごく大事なわけですよね。でどういう展覧会にしようかって横尾さんとだいぶこうやり取りして、プラン出しちゃこんなんダメとかいろいろやり取りがあって、で途中段階でですね、すごく横尾さんがこれ面白い気に入ったっていう案があってね、横尾忠則遺作展っていうタイトルだったんですよ。でまだ横尾さんピンピンしてて元気でどんどん今でも絵描いてるんですけど、でもずっと自分の詩みたいなものをテーマにして作品を昔から横尾さん作ってこられて、でもしかしたら横尾さんの描いた絵は全部遺作なんじゃないかっていう、仮説を立てて、オープニングの華々しい展覧会なのに遺作展で、それは面白いなってこうアイロニックで面白いなって横尾さん盛り上がって、オープニングは「棺桶から俺出てくるわ」とか「瀬戸内寂聴さんにお経をあげてもらうわ」と、うわーっと盛り上がって、これ収集つくかなぐらいの勢いだったんですけど、突然「変えた山本君、反復をテーマにする」タイトルは「半々ぷくぷく反復だ」って言われて「何それ?」って正直半々ぷくぷく反復、もうちょっとかっこいいタイトルでね1本目だからやりたいなと思ったのにって感じ。でもノーとは言えないですよね。分かりましたとか言って準備を進めて、で出来上がってきたのがこのポスターで、ビジュアルが一緒になるとね、もうこれはグーの音も出ないっていうか、やっぱり抜群にかっこいいんですよね。でなんかこの
変なタイトルまでもがなんかこうああって納得させられてしまうっていう、やっぱすごいなと思いました。ただね、このメインビジュアルでターザンかな、こう飛び込んでる人がこうポスターの真ん中にいるんですけど、この当時の出品作のどこにも登場しないっていう、もう自由に作らはるんですよね。もうこの頃からいろいろと横尾さんのこう自由さの洗礼を受けて、翻弄される未来が透けて見えていたと、そういうポスターかなと思います。学芸員 M さんはその頃この美術館にはいなくって、開館記念式典にお客さんとして来られてたと思いますけど、このポスターどう思われましたか？いや、これがですね、確か壁紙としても使われていて、なんかすごいお金のある美術館だなと、こうやって毎回壁紙張り替えるんかなっていうふうに思って、ちょっと感動した覚えがありますね。じゃあその、学芸員 M さんが、この美術館に来て最初に担当された展覧会が「続 Y 字路」という展覧会ですね。はい、そうですね。4月にもちろん着任して、それから兼職員にあたるので1ヶ月ぐらいはなんか研修だとかいろいろ忙しくて、でこれ8月8日スタートなんですよね。いきなりこれをやれと言われて、でゴールデンウィーク明けぐらいからもう3ヶ月ぐらいしかないわけです。でもちろん続 Y 字路展ということは決まっていて、出品作品もある程度決まってはいるんですけど、展示プランとかは全部それから考えるということだったのと、ポスターもまだできていなかったんですね。で今見ているポスターっていうのは実は2作目で、1つ目は別の作品が使ってあったんです。でそれを見ながら、まだ当時は難聴じゃなかった横尾さんと電話をしている時に、本当はこの作品を使いたかったんだけど、日本にないんだよねみたいなことを言って調べてみたら、なんと日本の個人の方がお持ちで、その情報をうっかり言ってしまったら、じゃあそれ出そうようになって、結局それから作品を追加することになり、ポスターも変わりという、そんな思い出があります。であと中央にヌードの女性が露天風呂のようなところに入っている絵だと思うんですが、全部白抜きになってるんですね。ヌードの女性がことごとく白抜きになっているのは、なんと横尾さんが気を使って電車に掲出するポスターだとヌードを使えないところがあるので、横尾さんでもそういうの気使ってくれるんだなと思って妙に感動したのを覚えています。でも Y 字路ってやっぱり横尾さんの作品の中では根強い人気があるので、この展覧会確か今までのうちの美術館で一番お客さんが入った展覧会じゃないですかね。多分ね、開館記念展除いたらトップじゃないかしら。そうそう。で横尾さんもやっぱりこの時に合わせて全 Y 字路っていう画集を出したりで、テレビでも全国区で紹介していただいたりしたこともあって、で驚いたのがポスターがですね、当館の展覧会のポスターなのにほぼ同じぐらいのボリュームで、横尾忠則全 Y 字路8月6日発売というのが書かれていて、何のポスターだかよく分からなくなっているというそうか、忘れてた。これ入れるんだと思ってちょっとびっくりしました。はい、次は、横尾忠則原画幻想原画展という、これは私が担当した展覧会なんですけれども、ちょっと毛色の違うポスターで、作品も、横尾さんのイラストレーションが中心の展覧会だったので、当館では、まだ唯一のイラストレーション中心の展覧会かなと思うんですけれども、1974年から75年にかけて瀬戸内寂聴さんが新聞連載した「原価」という小説に横尾さんが挿絵を手掛けておられまして、その挿絵全371点ですかねを全て展示するという展覧会でした。まずこのポスターがですね、何といってもなかなかデザインをいただけなかったというのが非常に記憶に残っておりまして、通常の展覧会だったら遅くても1ヶ月前2ヶ月前ぐらいには出来上がって、街中に貼ってもらうっていうような感じで計画してたんですけれども、この時はやたらと遅くてですね、なんと完成したのが開幕の4日前という事前広報が全くできなかったという記憶があります。いつもなんかスリル満点なんですけども、そのあたりが展示もね凝ってましたね、この時ね。そうですね、この時はちょっと雰囲気を
作った感じでしたね。作品が本当にこれ素晴らしいっていうか、横尾さんの最近はこの美術館横尾さんの絵画をよく展示しますけど、絵画の場合はすごいラフなタッチっていうか大胆なね筆さばきですけど、この緻密さっていうかちょっと狂気を感じさせるぐらいの細密描写っていうのはこれまたかっこいいね。やっぱり最高傑作の一つだと思いますね。いや本当驚いたのが、これを何十倍だろう、壁面大に拡大してもかっこいいっていう。そう。はい、この横尾マニアリズムボリューム1っていうのを担当したのが学芸員 M なんですけれども、まだこの美術館に着任して多分半年ぐらいしか経ってないぐらいに多分案を出したんでしょうね。で、ここに来てアーカイブルームの資料の面白さにちょっとハマってしまいまして、で中でも、これのきっかけになったのが、なんか額装された古いしわしわの T シャツがあって、で何なんだろうこれはと思って、でもなんか見たことがあったんですよね。で本を見てたら、横尾さんがそれを着てる写真があって、であれジョン・レノンも着てるぞっていうのがあって、もしやと思って横尾さんに、もしかしてジョン・レノンからいただいたとかっていうふうに聞いたら、それジョン・レノンの家に行った時にもらったんだよというようなことを言われて、こういう細かいネタを拾っていって展覧会にしたら面白いだろうなと思って、そういった面白いと思ったネタを寄せ集めて、マニアリズムという展覧会にしたんですけど、この時会場の中でアーカイブ作業したりもしたんですよね。そうですね。はい。で、そのカタログのデザインを服部和成さんにお願いしたんですけれども、服部さんが表紙に使ってくださった写真が学芸員 Y さんと私学芸員 M が2人でアーカイブ作業を展示室の中でやっているという、それが表紙になっているっていうのでもなかなか記念に残る展覧会でした。ということで話は尽きませんが、私たちのお話はここまでにして、学芸員 A さん M さんありがとうございました。第1期展示は6月6日日曜日まで、休館日を挟んで6月8日火曜日からは第2期展示が始まります。第2期では2015年から現在開催中のクリエイターズ・イン・パニック展までのポスターを展示する予定ですので、ぜひこちらもご覧ください。